Rapio Japanese Podcast 第6弾だよね。このポッドキャストではリアルなカジュアルな日本語をちょっとゆっくりめのスピードで話していくね。他のポッドキャストみたいな今日は日本語を話していきたいと思いますとか変なロボットみたいなフェイクな喋り方をしないから安心して。こっちでネイティブフレーズを見せるから、俺が喋るのと同時にネイティブフレーズを見て、もう目で見て耳でも聞こえる、もう最高な comprehensible input method にもなってるから、マジでこの動画はカジュアルジャパニーズをマスターしたいならめちゃくちゃいい動画になってるからやっていこう。でこっちに CC ボタン、この字幕を押せば出るようになってるから、もし字幕出したいならこのボタンを押して、早速今日のテーマについて話していこう。今日のテーマ何？タイトル、サムネイル見たからわかるっしょ、賞味。今日のテーマは、ルーティンがすべて。ルーティンがすべて。最近、俺ここ1年くらいかな、ルーティンの重要性にめちゃくちゃ気づいて、めちゃくちゃ助けられたし、過去の自分がなんで毎日クソな気分で過ごしてたかっていうのにも気づかされたし、俺の経験を通して、この俺の悪いルーティンの経験、いいルーティンの経験を通して、お前の日本語学習にどうやって取り入れていいかっていうのを、ちょっとでもアドバイスできたらいいなって思って、このテーマにしたから。もし日本語をちょっとサボっちゃうとか、毎日続かないとか、そういう感じなら、この動画ちょっとでも役に立つと思うから最後まで見てみて。で、俺のストーリーからまず話していきたいと思うんだけど、ここ1年なんだよね、本当に。俺が変わったのって。ここ1年、ちょうど1年前、ちょうど1年くらい前、元カノと別れて、それまで本当に自分に満足は全然してなくて、もう自分にも自信あんまないし、自分の人生どうしようとかね、そういう不安とかもいっぱいあってさ、別れる前もずっとなんか変えなきゃいけないっていうのは思ってて、でもなんか変わることができなくて、でその別れたのをきっかけに、よしもうやるしかねえ、もう何も失うもんねえっていう気持ちになって、自分を変えようって思ったんだよね。でそっからいろいろいい習慣を取り入れてって、例えば朝のルーティン、例えば朝早く起きる、朝6時に起きて、まず日光浴びに行って、コールドシャワーして、ブレスワークして、瞑想して、ビジュアライゼーションもやってたね。ビジュアライゼーションもして、ジャーナリングもして、みたいな。これ全部、セルフインプルメントオタクがやるモーニングルーティンを全部やったわけよね。で最初はマジで、わかる。やったことないからさ、続かないわけよ。三日坊主になったり。自分の自制心を使って、もう毎日とりあえずやりまくろうっていうか、毎日続けよう。で、多分2週間3週間くらい続けた時にもう簡単になってめちゃくちゃ。その精神力別にもういらない状態、続けるのに。そういう状態になって。もうこれ完全に俺のルーティンになったなっていうか。で、そのルーティンになった瞬間、もう毎日簡単に続くわけやん。でそれを続けていくうちに、めちゃくちゃ頭がクリアになってって。よくお前そんな脳みそ曇った状態で平気でいられたなってめちゃくちゃ思って、その状態になったらもうその一個一個の行動を毎日続けて継続してルーティンにしたことによって、それが積み重なってその俺の脳の状態がブレイクスルーしたと思うんだよね。
これがまず俺が初めに感じたルーティンの重要性、ルーティンのパワー。これって、一回の瞑想とか一回のブレスワークとか一回のコールドシャワーで起こることじゃないと思うんだよね。この全てを毎日コツ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 、とりあえずやりまくった結果、見えるもんが見えてきたっていうか、物事がめちゃくちゃ、今まで見てきたことって、あ、そういうことだったんだとか、いろんな気づきがもうできるようになったわけよね。本当に全然今まで味わったことのないような感覚を味わえて、あ、これ、シラフでも人生こんな楽しいんだ、みたいな。シラフ楽しいな、みたいな。めちゃくちゃ思えて。俺がもうその、ルーティンのパワーをちょっと知り始めたから、挑戦するのにも別に抵抗感がないっていうか、とりあえずビジネスやってみようみたいな。とりあえず YouTube 始めてみよう。で、これを始めたわけ。とりあえず毎日やりまくって。とりあえず、まあ、他に YouTuber、その他に日本語を教えてる YouTuber とかいっぱいいるけど、自然な日本語を教えてる人が少ないなっていうのは、パッて見てます思って。まあそこ、まあそのふわっとしたイメージでとりあえずね、始めたんだけど、まあそれを毎日ね、コツ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 やり続けていくうちに、あれ、タメ口をちゃんと教えてる人いないなって思って、今に行き着いたわけよ。だからこれも、その動画を作ったり、スクリプティングしたり、自分がその目標に向かってコツコツ行動していくっていうのをルーティンにしたことによって初めて見えた景色っていうか行き着いた場所なんだよね。で、そのルーティンを続けたことによって今、あとちょっとで6000人登録者、今言ってるかなわかんないけど、6000人でコミュニティも100人。半年でコミュニティ100人、YouTube6000 人ってこれも結構まあまあすごい方だと思うんだよね。コミュニティ入りたかったら、概要欄あるから、今無料で入れるから、ちょっとチェックしてみて。これ、一晩で起こったことじゃないし、初めて上げた動画は、再生回数90回とか、1週間で、まあ、それでもまあまあなんだけど、最初はね、全然いかなかったんだけど、毎日コツコツ続けた結果、ちょっとずつこうやって伸びてって、やっと今に至るんだけどさ、ルーティンを続けられるものだけが得する世界になってると思うんだよね。もう今はさ、SNS とかでさ、他人の成功を見るのがもうすごい簡単な時代になって、その過程、その人たちがどうやってやったかより、その結果にしか注目されないようなシステムっていうか、なんか俺らがめちゃくちゃ劣等感っていうか、めちゃくちゃそのゴールに対して遠いなっていう、まあ遠いんだよ。ゴール実際遠いんだけど、その遠いゴールに対して、めちゃくちゃ、いやそれ達成するの非現実的だなとか、俺にはできないな。いや、結構時間かかるなとか、そういう風に思っちゃうと思うんだよね。でもそうやってなんか成功してる人って、みんな結局、そのルーティン、いいルーティン、目標に向かって行動するっていうことを、ルーティンにした結果の、あの成功だからね。それが積み重なって、どっかでこうやって、バーンって爆発する時が来るんだよ。その爆発した結果があれで、ルーティンのこの重要性が分かんないと、ルーティンができないと、この、でかい成功っていうのは、もうほぼ不可能だと思うんだよね。この世では。逆にこのルーティンを自分が目標に近づくための行動にすれば、おのずといい結果は待ってるってことなんだよね。だからルーティンを味方につけるか、敵に回すかって話。だからお前の目標が日本語をペラペラになるっていう目標だと思うんだけど、俺のチャンネルを見てるってことはね。もし最短で日本語ペラペラになりたいなら、それに向けたルーティンを作る必要があるよねって話。ルーティンを味方につけるか、敵に回すかで本当にスピード、その目標を達成するスピードも変わるし、人生も変わると思う。
なぜなら、この目標に達成するっていうルーティンを一個作ると、これもできるわ。これもできるわ。いろんな、これもやろうとかいろいろね、この成功体験をもとに、どんどんいい習慣を、行動を、このルーティンに追加してって、もうすごいリターンが得られるんだよね。いい行動が詰まったルーティンを毎日続けると、それ1年とか2年続けてみ。やばいリターン得られると思わない普通に。逆に、このゴミみたいなルーティンを2年間、数年続けてみ。ゴミみたいなマインドになって、ゴミみたいな人生になってると思わない。例えば、ポテチを1日1袋食べるっていうのをルーティンに加えたとすんじゃん。結構そういう人いると思うんだけど、習慣。ルーティンに加えてるつもりはなくても習慣になってる。毎日やっちゃってる人。1日じゃさ、そんなポテチ1袋で太んないじゃん。もうそれ2年続けてみ。どうなる？デブになってるでしょ。そういうことなんだよ。だからこのスクロール1日2時間。1日じゃ別に自分の人生に大した影響もないよ。これ2年続けてみ。何時間奪われてるその時間。これに。で、どんだけその脳みそがこれに依存してるっていう話を。これを2年間続けたらもう本当に相当辛いっていうか、抜け出すの本当に難しいよ。抜け出すの本当に難しい。俺はもう経験したからわかる。本当に難しい。でもこれを抜け出して、これの代わりに、逆にこのいい行動を、このルーティンに入れてあげると、人生がもう一気に変わるっていうか、人としても変わるし、人生の向かってる方向が全然違うなっていうのは普通に、普通に頭の中で考えてみたらわかることだと思うんだよね。逆にそうじゃないと、この世界、理にかなってないでしょ。逆に失敗してる人と成功してる人がなんでいるのかっていうの説明つかなくなるし、もし日本語ペラペラになりたいとか他の分野でも成長したいって思うなら、それを実現するための行動を毎日ちょっとずつ取るっていうのをルーティンにして、それを1年2年って続けたら、いい結果が確実に待ってると思うよ。俺はまだこのルーティンを始めて1年しか経ってないわけよね。で、すでに俺の人生めちゃくちゃ変わったなっていうのを実感してるから、お前にもやってほしい。ほとんどの人は、この習慣を敵に回してる。ほとんどの人の習慣は、朝起きたらとりあえずもうスクローリングするでしょ。これがまず一番やばいでしょ。もうおかしいよ。普通におかしい。マジでおかしい。マジでこれはこうあるべきじゃないから。人間って。朝からこのドーパミンレベルを下げるようなことをしたら一日の幸福度下がるのは当たり前だし、そっからね、一日のモチベ下がって、仕事のパフォーマンス落ちたり、日本語へのパフォーマンス落ちたり、この一個の行動、ルーティンで、いろんなことにも影響するし、これ連鎖するから、この一個のルーティン。で、この一個のルーティンが連鎖することによって、悪いルーティンをさらにこうやってやるじゃん。これ悪循環よ。この悪循環のルーティンを1年間続けたらどうなるっていうのは普通に考えて、わかるでしょ。逆にこの悪循環ルーティン、朝一番にやることをいいルーティンに変えるだけで、好循環になる。朝スクロールしないで、すぐ外出て日光浴びて、よし今日もやろうっていう気持ちで始めると、多分こういう風になんないと思うんだよね。もうこれやる気にもなんないと思うよ。一回その感覚を知っちゃったら、朝その健康な形でスタートすると、それが次の行動にも影響して、その次のいい行動がその次のいい行動につながってって、どんどん好循環が生まれると思うんだよね。いい行動をしてることによって自信も上がったり、でその自信も上がるとさらに挑戦しやすくなって、でその挑戦しやすくなったことによって、いろんなことに挑戦して、いい結果が増して、さらに自信が上がっていって、もう好循環よ。この一個のルーティンを
変えるだけでもめちゃくちゃ好循環になるから。だからもし本当に日本語やる気あるなら、もし本当に日本語やる気あって朝なんかスクロールしまくってるとかそういう感じなら、まず朝起きたらもう速攻日本語勉強するでもだいぶ多分それやるだけで多分ねもう10倍くらいイージーモードになると思うよ。日本語勉強するのが。まず朝一番最初に起きて日本語の勉強をする。俺の YouTube 見てでもいいし、俺のこの動画見て、このフレーズを勉強するでもいいし、シャドーイングするでもいいし、朝一番に自分の一番成長させたいものを持ってくる。朝一番成長させたいものを持ってきてみ。本当にイージーモードになるから。マジでイージーモードになる。朝が一番元気あるし、一番脳もクリアだし。で、今この動画撮ってんのも朝一だよ。朝一だね、もう10時45分だけど、もうこれ2本目の動画だよ。毎週ね、曜日決めて、朝一に動画3、4本撮るっていうのをルーティンにしてるんだよね、俺は。俺は毎日朝、タスクを、この日本語チャンネルのコンテンツ作り、コミュニティのコンテンツ作りっていうのに時間を使ってるよ。これが俺のルーティン。逆に俺は朝スクロール、てかそういうのルーティンにしてたら、こういうこともやる気なくなってるから。で、もっとクソなコンテンツになってるし、今の俺は多分存在しないと思うから。だから本当に日本語ペラペラになりたいとか、もっとでかい目標あんなら、そのルーティンから変えてみよう。その悪い習慣をまずしてるなら悪い習慣やめてみようぜ。そうすると見えるものが見えてくるよ。何やったらいいかっていうのは見えてくると思うし、もっとやりたいことが増えると思うし、で、その悪い行動をやめて空いた時間にいい行動を入れて、それをルーティンにすれば、それを1週間、2週間続ければもう、ディスプリンとかもういらない話になってくるから。いらないから、マジで。最初の1、2週間だけが、ディスプリン、精神力が必要で、その後はもう、習慣になってるから。歯ブラシするのと同じ習慣。歯ブラシするのよりはもちろん、メンタル的な準備は必要なんだけど、この動画撮るっていうのはね。でも全然、やるか、やりたくねえとかないし、今日動画撮る日だわ。やるか。くらいの気持ちでできるし、こうやってできてんのも習慣化してるからなんだよね。ちょっと話長くなっちゃったかもしんないけど、とりあえず日本語ペラペラになりたいなら、朝一に10分でも15分でもやるっていうルーティンを作ってみようぜ。毎日使えるフレーズとか、ナチュラルな、カジュアルなフレーズとか欲しい、そういうの学ぶのをルーティンにしたいっていうなら、コミュニティ来てみ。毎日俺はカジュアルな、ネイティブなフレーズをデイリークエストとしてあげて、で、お前がその文章、そのパターン、そのフレーズを使って自分の文章をあげるっていうことができるから、それだけでもめちゃくちゃいいルーティンになると思うし、それプラス、コースとかもアクセスできるから、コミュニティはめちゃくちゃおすすめだよ。さっきも言った通り、今無料でオープンしてるから、無料で7日間、無料でカジュアルジャパニーズの基礎が学べるようになってるから。で、あとそのデイリークエストにも無料でアクセスできるから。今しかないよ、このチャンスは。だからもし、ルーティン、新しいルーティン取り入れたいっていうなら、概要欄からチェックしてみて。こういうポッドキャストもどんどん上げていこうと思うから、また見たいって思うなら、チャンネル登録、頼むわ。また次の動画で、習慣がすべて。習慣を味方につけるか、敵に回すかで、お前が成功するか、失敗するかは決まる。すべては習慣。マジでこれだから。本当にこれだけは
覚えておいてほしい。別に俺はお前のセルフインプルーメントの講師とかでもなんでもないけど、人として俺のチャンネルを見てくれてるから、少しでもいい影響を与えたいわけよ、お前に。だからこれだけはちょっと覚えててほしい。まあ、次の動画で会おうぜ。お疲れ。